これが府中競馬場みたいというかね、ギャンブルしないんだね、基本的に。パチンコとか競輪とか、まあ買うとこはやるけれども、まあなんていうのかな、基本的な一般教養として学んでおくのもいいのかなと思う。とてつもなく大きな施設だね。さっきのところからずっと続いてるんで、すごいよこれ。これでも全部ギャンブラーのお金で建ててるんでしょ、維持して。やっぱりギャンブル勝てないね。でもここなんていうのかな、ギャンブラーのイメージないね。なんかギャンブルっつったら平和島とか、なんかちょっとした飲み屋とか、なんかそんな感じの場所っていうかね、その付属している場所を想像するけど、ここめっちゃ綺麗だもん。なんか閑静な住宅街に囲まれた、なんていうのかな、まあ競馬場のドームっていうか、めちゃくちゃ清潔感っていうか、なんかイメージが本当こういうもんだよ、競馬場とかギャンブルのところには。まあ空いてないけど多分いい感じなんだろうね、開催日は。すごいね、なかなかに複雑というか、お金をかけた通り道で、網でも全然通れるよ、濡れなくて通れるよって感じですか。ビジネスとしてすごいんだろうね。ちょっと電車の音がうるさいけど、まったりした道だね。なんか哀愁を感じるね。いった感じの街だね。行けるかな。なんか独特な匂いがするね。なんか薪かな、薪のような匂いじゃないんだけど、なんかお香っぽい匂いがするんだけどね。なんかイメージ的に民家がこんなに近くなければ、田舎の家の裏のなんかちっちゃな山っていうか、里山っていうか、なんかそんなイメージ持つけどね。ただね、民家に近すぎ、ぶっちゃけ言って、それがちょっとね、イメージっていうか雰囲気を台無しにしてるね。なんか束の間の里山散歩から現実に戻されたような感じがする。まあ都会でね、時間もかけずにちゃっと遊べるんだったらいいかなと思うけど、でもちょっと残念。
薪の匂いかな。でもこれブバヤカオルだね。かなり前だけども電車で来たことがあると思う。さっきの里山っていうか、ちょっとしたところを歩き終わったら本当になんか現実というか現代に引き戻された感じがするね。今府中の分梅町を歩いてます。ここら辺あたりも明らかにベッドタウンだよね。なんかマンション的なものもないことはないけど、なんかやっぱりみんな一軒家っていう風な感じが多いね。本当に東京の中間層の一般的な住宅街かな。何駅だろうね。ドバイ河原駅、ちょっと目が悪いんであんまりよく見えないんだけど、多摩川横断中です。今目の前に見えている交差点を右折かな。右折すると今北から南に来てるんで、西に進むってこと。これ一応川崎街道って名前ついてんだよね。なんか由来あんのかな、川崎と。これまっすぐ行くと成績桜川丘なんだけど、駅ね。でも大都会だね。なんかちょっと立川をちっちゃくしたような感じがしないでもないけど、でもすごく大きい。ここら辺が駅近くな。建物がごちゃごちゃしてるね、いつものように。メインの通りをこんな感じで広めに作るっていうのも東京どこでもやってるよね。歩いてる距離は約45キロちょっとだけど、なんか午前中はねちょっと疲れたかなって感じだったんだけど、午後からなんかいきなりバリバリスピードアップしてるね。なんかちょっとアドレナリンが出てハイになってるかどうかわかんないけど、足の方もいい感じかな。さっきの違和感もちょっとなくなってきてるし。サインによれば八王子方面は20なんで20に沿っていきますっていうか、車なんでね、車はちょっと大回りするんで、路地道に入って行きたいなと思います。20を八王子方面に南下してます。まだまだ長いね、高尾山口。Google マップで通れそうなんだけど、通れるかなっていうかね、普通の道じゃないような気がするんだよね。ちょっと心配。なんか戻らないといけないとかね、なったらちょっと時間的にどうかなっていうような気がするけど。
ここら辺も建築中だね。建築ラッシュだね。本当に。まあちょっと田舎っていうか、細い道に入っているんで、なんか昔ながらの風景が見れるかなと思ったんだけど、そうでもないみたい。多分近道はここかな。近道って言っても近道じゃないんだけどな、あんまり。倉沢川緑地。ちょっとしたハイキング通りかな。正直ハイキング道を探索したいんだけども時間がないんでね、まだまだ先長いんでね、先進みます。今日はね、長距離の上にかなり寄り道したんで、ちょっと距離がやばいね。もうすでに今スマートウォッチの距離を見ると46キロ超えしてるんだよね。まだ体はいいんだけど頑張ります。ここら辺あたりかなり落ち着いた雰囲気の家だね。なんかものすごく高いって感じはしないんだけど、なんていうのかな、東村山っぽいね。東村山の森のあるところ、なんかね、冬行くと薪の匂いがするんだよね。なんかものすごくそんな感じ、まったりした感じがする。これ何の畑だろう。お米かな。いいね。なんか牧歌的な感じがして、ものすごくいい感じがする。なんだろう、なんか懐かしいね。なんでって言われてもちょっと困るけど、ものすごく懐かしい。と言っても今日初めて来たんだけどね。なんか懐かしさの風景というか、いいね。こんな都会の近くで。外付けの理由なんだけど、今日なんていうのかな、道迷ってよかったかもしれない。こんな感傷的な気分になれるような道っていう風な風景っていう風な出会いっていう風なのはなかなかないような気がするんだよね。前回どこで感じたかな、奥多摩かな。なんかものすごくいい風景だよ。本当に綺麗だね。竹やぶもあるし、入って上に行きたいんだけどダメだよね。全然信じられないね。さっきの場所から10分15分ぐらいなんだけど、いきなり団地とかもう住宅街だね。自然が全然ないし、なんかまた現実に引き戻されるって感じがする。ほんとここめっちゃすごいマンションだらけ。すすきって秋のイメージがあるんだけど、今の季節なのかな。暦的にはもう12月半ばなんだけど、なんか咲きかけって感じの雰囲気がするけど、正直言って計算ミスしたね。ちょっと大回りして時間ロスしたね。通れると思って通らなかったりとか、ちょっとね、今日はね、本当にね、
池袋から高尾山口ってかなりの距離なんで、ちょっと後半痛いかもね、時間的に。やっとこれで団地抜けられる。ちょっとね、団地の方の地図が間違ってたんでなかなか抜けられなかったんだけど、これで抜けられる。ラッキー。この辺り田舎なんだけど、意外と道はごちゃごちゃしてるね。コンパスだけではちょっとダメかも、ナビゲーション。すごい高台だね。これ下っていきます。いいね、この急の坂。埼玉のある場所を思い出すね。すごいなんかくぼ地というかだね。地蔵祭ですね。なんだろう。住むとなるとね、アップダウンが激しいんでちょっときついと思うな。さっきはね、団地ジャングルだったけど、今は見渡す限り一軒家ジャングル。すごいね。これもなんか味があるな。この階段も古いけど古くないよね。楽器で作られた家なんだ。いいね。なんかイタリア思い出すよ、ほんと。多分これ線路だね。なんかめっちゃモダンじゃない。綺麗な駅だね。ほどくぼステーション到着。多摩モノレール。まあここ夜なかったけど、たまたま寄り道ばっかりして到着しました。次行きます。すごいね。何か歴史を感じさせる建物期待してるよ。でもね、見る限り全部新しい。ぶっちゃけ言ったら新しい。ぶっちゃけ言ってこっちアップダウン激しいね。ほんと下ったと思ったらまた登ってるもん。今スマホ見たら距離が50キロ超えてるんだけど、やべえな。まだ高尾まで距離あるんだけどね、本当に。息が切れる。かなりの急勾配だけど、こっち地図がね、Google の地図がね 2D なんでね、このアップダウンが分かんなかったけど、次回からちょっと調べた方がいいね、念のため。ちょっときついこれ。これズームにしてるけど見えるかな、街並みがかなり登ってきてるからね。ここが頂上です、今のところ。ここが頂上です。ズームなし。
これを一直線に下っていきます。これズームあり。では、レッツゴー。さっきは天空というか丘の上の街並みだったけれども、今はもう下界の街並みだね。マンションも増えてるし、なんか家のスペースもギュギュってなってるし、隣り合わせの。今度は天空を降りてきて、下界から川崎街道41号を渡っていきます。これから西に向かって高尾山口目指します。正直言って時間ロスとは言いたくないんだけども、いろいろね、見たことのないような景色も見れたし、でもね、ちょっとね、かなり距離も上がってきてるんで、ちょっと寄り道は少なめにしていきたいと思います。本当に気持ちいいね。大通りからすぐこの中に入っただけで日向ぼっこしながら静かなウォーキングを楽しめるって感じね。今までメインの道を下げてきたんだけど、ここもうちょっと行くと日野のメインの道にぶつかります。ちょっとね、時間が気になるんで、もう大通り優先で行きます。Google マップによればここをまっすぐに行くとメインの通りにぶつかるって出てるんだけど、さて本当でしょうか。ここからつけるだろうか。でもね、見てるとね、かなり上走ってるんだよね。つけないんじゃないのかな、繋がってないんじゃないのかな、そんな気がする。ものすごくちょっと想定した道と違うけど、まっすぐ行ってみようか。間違えて今目の前に見える階段、あれ上に上がる階段かも。そんな感じがする。登ってみようか。再度高に向かって歩いてます。やっぱり大きな道を道に迷いにくくて歩きやすいね。ほんと一本道だから。でもね、なかなかサプライズがないのが難点なんだけど、現状の状態を考えるともう時間ないんで大通り優先で行きます。もう一回 Google マップ確認すると、やっぱりこの地図っていうかこの道まっすぐだね。でもね、駅がかなりまだあるんで、かなりの距離だと思うね、まだ。なんか秋の夕暮れの東京って感じかな。でも季節12月半ばなんだけどね。寒くもなく暑くもなく、なんかまったりした感じがいいね。継続してずっと西に向いて歩いてるんだけども、まだまだだよね。正直言ってね、今回2回目なんだよね。SD カードがダメになっちゃったんで、前回もそうだったけども、今回は寄り道多いけど暑くないんで、なんていうのかな、まだ比較的前回よりも楽かなっていう気持ちがした。やっぱり暑さはね、寒さは着ればいいけど、暑さはもうどうすることもできないんでね、それに体力奪うし、でも今日も遠い遠いって言うけど、もう頑張れば着くんで、前進すれば着くんで行きましょう。夕暮れの交差点、夕日がいいよね。
なんか哀愁漂ってオレンジ色でいいな。今日間違えたら自己ベスト、徒歩の自己ベスト更新するかもね。1日でまあ最高っていうか徒歩の自己ベストは66キロなんで、もう今現在の時点で56キロ超えるんで、多分高尾山口に着くまでには66キロいってるんじゃないのかな。高尾8キロでも多分高尾山口だともうちょっと距離あると思うな。だんだん近づいてきてるけどまだまだ遠いね。遠い遠い。あまりにもメインの通りが殺風景なんでちょっと裏に入ってみます。なんかなかなかないね。これはっていうかものすごく古い建物というかなんか歴史のありそうな、ものすごく残念だけど。さっき渡った川、多分これ浅川っていうんじゃないのかな。もう一回渡ってます。でこれが多分最後かな。でこれでまあ右っていうかまあ西側なんだけどに右折して、まあ、逆方向なんだけどね、こっちからちょっとこんがらがってるけど、で高尾の予定です。正直あと1時間ぐらいで日が落ちるんでちょっとね早めに行かないといけないね。まあとは言っても山の中入っていくわけじゃないんで、まあ街灯があれば問題はないとは思うんだけど、でも早いことに越したことはないね。多分あれ八王子駅かな。あまりにも大通りがなんていうのかな、モノトーンっていうか味気ないんでちょっと寄り道またしてみます。まあ大きな街だけど人いないね。まあ典型的な東京のなんていうのかな、ターミナル駅の前っていうか、そんな感じがするけど、何のマークだろうね。昔からの、伝統あるなんかなのかな。けど長いね。さっきからずっと歩いてるけどまだずっと続いてんだけどね。多分2つの駅がくっついてんじゃないの。八王子と西八王子、そんな気がするな。まあ八王子も西八王子もなんていうか来る理由がないんだよね、正直言って。本当に訪れる理由がないというか、これ全部池袋あるいは新宿なんかで全部できるんだね。正直八王子のマンションラッシュやばいね。マンションだらけ。まあ交通の便がいいからっていうこともあると思うんだけど、いやーすごい。強烈なマンションだね。いやーすごい。年末の工事ラッシュだね。
やっぱり年末に向けて完了させないといけないところまで完了させるみたいな感じの進行かな。まあお疲れ様。これすごいね。まあでもね、川越あたりにある蔵と似てるんだけどね。まあ八王子にこういう日なのはちょっと珍しいかな。八王子駅の前からまだまだずーっと歩いてるけど、まだだね。次西八王子で高尾で高尾山口かな。まだ距離あるよ。これ何屋さんだろうね。なかなかこんなのもないよね。よくキープでしたね、この状態。あと駅としては3つだよね。西八王子と高尾と高尾山口、これで終了って感じかな。やっぱり朝から60キロオーバーの距離を歩くなんて一日仕事だね。まあでもね、前回夏に歩いた時に比べると歩きやすい。本当に暑さがない分だけ歩きやすい。ただ夜はやっぱりなんていうのかな、夜が長いんで日中活動できる時間が限られるっていうのがね、ちょっとネックだけど。天気予報によればもう日が落ちてあと夕暮れなんだね。夕暮れはもうなんていうのかな、7時前ぐらいまでで、その後暗くなるって感じなんで、まあ時間的に言うとあと30分ぐらいかな。もうバリバリ夕暮れだね。西の空が赤い。まだ高尾山口はまだだね。高尾もまだだね。でももうちょっとこの夏歩いてるんで分かるんだ。もうだいぶ暗くなってきてるけどまだかなと言いつつ高尾までまだです。もう7時なんで日没です。こっから先はもう街灯使って街灯の光を使って動画撮る形みたいにお願いします。高尾駅到着。次行きます。次がラストです。駅はもう見えてる。高尾山口、もう少し。お疲れ様です。無事高尾山口駅に到着できました。今日はかなり寄り道してかなり時間食ったんだけども、まあ夏じゃなかったんで疲
疲れたけど、そんなに夏の時よりも疲れなかったです。まあ通常観光して食事どころ探して帰るんだけど何もないんで、もう新宿に帰ります。以上。